小田貞恵さん、当時20歳。広島鉄道局の車掌として広島三好間を乗務していた貞恵さんは、三好の寮の部屋で強い光を感じ、大きな音を聞きました。駆けつけた駅では貨車にまで乗せられた負傷者たちが桑などで引っ張り出されていたといいます。翌朝、広島方面に向かう列車に乗務し、矢賀駅から歩いて広島に入ると、目に入ったのは熱で曲がりくねった線路、そして空っぽになった広島の街。いさかいを起こしてはいけない、勝った負けたではなく、話し合い譲り合うことが大切と語ります。8日で5日の晩にもう帰ろうかな思ったら、うーいう手のサイレンが鳴って真っ黒になったんです。広島市が火が消えて、そしたら機関士の人が「もう帰ろうか」言うて「帰りましょう」言うて9時40分の最終便で帰ろったら、光が出るといけるんですよ、ガラスの外まで。ほんで夜戸になりましたね、あれが。ほんで暑っていけんの我慢して、ほんで三好まで帰りまして、寝とったら8時過ぎで9時前ですかね、カーテン越しにピカッと光ったんですよ。でこのお天気なのにこう夕立がするん思いったら、パーンと大きな音がしたんですよ。ほんでやっぱりこの三好、お盆だからイベントがあるんかなぐらいに思ったんですよ。そうしたら夕べの時、機関士が「起きたら起きたら」って大きな声で呼ぶんですよ、私を。で暑いから清水一丁で寝ておりましたんで、タオルをこうかけて「はい」言うと首だけ出して2階から下へったら、今朝広島に爆弾が落ちて、広島焼きよるそうだから明日から矢賀から折り返し運転じゃから言うて家に来てくれたんですよ。その時にびっくりしまして、なんで広島の方落ちたのが三好の方でピカッと光ったりね、音がするのかな思ったんですよ。そして「あんた起きたらすぐ三好に聞いてや、今帰りよるから」言うて、ほんで今度三好に行ったんですよ。走って、それこそも走って行ったんですよ。そして泣いたんですよ。貨車で来よってんですよ。いっぱい積み重ねて、死んだ人よ、会うた人を、そのおじさん連中がね、軍事関係のおじさん連中が、ほいで私を下ろして「あんたここでの福山へ君と新見行くのを分けてくれ」やっちゃったんですよ。分けて言うとちょっとこうやって見たら、もう顔がもうぐちゃぐちゃで、人の姿じゃなかったですよ。貨車で積んで来よっちゃったのが、その貨車いうのがたまに来とったんですよ。私はまた客席戦火ばっかし戻りましたからね。貨車で積んで、それがもううずくまっとるのをこうやって重ねてあるんですよ。それで自分がかけ下ろしてね、例えば私もこの服を着とるものは下ろしようなで引っ張りようが、それから下ですくわえて畑なんやんでこうやって引っ張り下ろしてね、で私に簡単にね「これ持ってどこ調べてどっち行く福山君と分けにゃこれ」ように簡単に言うてんですよ。でちょっと見りゃまたもうね、人間の顔じゃなかったですよ。もう情勢が何しか分からんよ。もうどういうかね、スプレーの黒いので全部吹っかけたんですよ。ほんで目玉がどこにあるのか鼻がどこにあるのか分からんし、どっち向いとってんか分からんし「もしもしどちらか行かれますか」言うても全然もう春になって「もしもし」時にはもうふっとこっち向いたらもう顔がほんとね、あいちゃいけんけども動物の死体みたいなかったんですよ。で髪がねトウモロコシの内側が縮れますよね、見ないようになってね、真っ黒になって裏の髪が縮れてしまって、うわーどうしてこれどうして泣いたんですよ。そこで「泣き落ちははけとらせんよ」
今から二の島、墓場管理課の時期またおじさんに怒られたんですよ。私は一人なんです、そこそうやって怒られたのが。ほんでもうなの言うと若い人ばっかりでしょ。ほんでこうやって母さんの中見たら母車ですよ、荷物妻。客車じゃないんですよ、母車いっぱい積み重ねて。で私はどうしよう、どんなことが広島で起きたかわからなかったですからね、その時には。ほいでそうやって泣きながらピリピリピリ泣きやってしょうがないけどって怒られて。ほいでそれどちらへ行かれますといけないからみんなまとめてこっちしてそれからたまらに帰ったんですよ、私部屋へ。ほいでも気にかかりどうしようかねどうしようかね、もう誰に相談することもできませんし言うても分かりませんし。ほいでそうこうするうちに夕方になって機関士が明日の朝行きゃええけど夜間から折り返し運転じゃき。朝一緒に行ったんですけど夜から降りて歩くのに駅も大変なんですよ。馬車も輸送行くんですからね、駅行くんじゃないんですけど途中まで回してもらって夜から歩くようなんですよ、ずっと駅まで行くんが。歩くことないですからね、線路ずっと車掌する時には。でしょうがなく乗せてもらって途中で降りて歩いて、そしたらちょうど電車汽車の置き場所が線路がいっぱいあるんですよね、広島ほどにあったんですよ。あそこで貨車とか官車とかみんな待ち合わすんですね、待機場所。それが水面が通ったんですよ、線路が。ここに水面が通りましたよ。それ10本や20本じゃないですよ。線路なんか動いちゃいけんでしょうが、それが水面が通ったんですよ。だけどもう泣く間もってその恐ろしゅうてどういうことになったんかもうて、それで今の野球場がありますよね、それもそこの置き場を使うたんそうですよ。だから行ったことがないんですよ、野球場や。かわいそうにここたくさん死んで人、それはただ私のその時人の話を聞きゃそうかそうか思うけど、実際生で見たらそんなにね簡単に受けれるもんじゃないと思いました。恐ろしかったですよ。歩いてひょっとこで見たら今度は線路のこっち側のまたバイクの電車道がありますよね。それと市内電車が曲がり角で斜めになって、もう何にもないのに電車だけが斜めになって電車道で上もみんな剥げてしまうとんですよ、ガラスかわいそうにみんな取ったんじゃろうがね、これ朝ね学生も仕事も行ったんでいい子もってこれおったのにかわいそうにねみたいな、もう電車もボロボロになっておりましたしね。またそれ見て泣いて、とにかくもう広島の市内が何もなかったですから、私腹が立ってね、これ見るか見せてやりたいと思いましたよ。同じ地球に住んだってね、人をこの命を平気で亡くしたりしてね、どういう根性どるのかなと思いましたよ、本当。できること言っても言いたかったです、偉い人に。ずーっと丸見えでしたよ。ほいで駅の前ご存知か知りませんけど、広島駅は正面向いてますよね。でこっち側に大きなホテルがありまして、旅館がね、そこへ広島が駅近いから思って四方八方から営業して、そこで営業マンの人が会かなんか必要だと思うんですよ。そこのこの風呂場のね水道管ですかね、あれが吹き出るんですよ。ほんでその横で白いタイル張り、それが茶けてから壊れてね、ここ風呂場あったんもちろん家はホテル何もなかったですけど、水を吹き出してありましたんで、この大きな。ほんで他は小さい水道出っ放しで、もうとにかく駅行って泣きましたよ。ほいで駅の屋根も何もないから、私芸備車7番線ですからね、で8番線が来る線でした。
それ7番線のこの座ってますとここが真っ黒だったからね、ホームの。ほいでおじさんがおっしゃったから「あかんなあんた黒なったんですか?」って言ったら、ホームはおるとみんな引き下ろして焼いた後じゃった遺骨はどうなったんですか?」って言ったら「重油は骨まで焼け焦げるんじゃ」言っちゃったですよ。その時初めて重油言葉聞きました。もう居酒屋をしたらもうダメ、人間は。だからアメリカがいやこれで前って広島が潰してから買ったもんか知らんけど大きな大間違いですよ。それ誰も恨んでますよ、ほんと。そうやって言いきたいですよ、もういいからローンな状況もいいに。何にもなかったですから、広島市が。ああことがあります？道路も石がはみ出たり岩がはみ出たり道路がない子にそうなっておりました。それで広島の駅の広島城、あこも行ってみたらこのドブなんですか、水じゃなしドブみたいになって布団からこの着物とかがみんな落ちとるんですよ、この水の中へ。そうそう堀へ。ほいで子供のこの赤カップルが肩見つでまた見て泣いてね、うわあかわいそうに水波来たんかな、かわいそうにね、もうってとにかくもう見に行ったものが私しかみんな来とってなかったんかどうか知りませんけど、たまたま私が行ったんかも分かりませんけど、もうこういうことは地球じゃなくていいもんか思いましたね。とにかくもう空っぽですから、広島市が何にもなかったですよ。今のとより向こうはるか向こうの方にビールが半壊になって、あれだけ残っとりなんだけで、もう家も何にもここに何があったんかないとそれもないです。そんなの私は見てね、どうやって生きていけばいいかも思いました。でこれ広島と元戻るかな思いました。急になったら、もう手の打ちようがないですからね。一日でやらなかったんですよ。